どうも皆さんこんにちは、サブスタン 3D 道場の時間がですね、本日もやってまいりました。もう4月にはなるんですが、ちょっとあれですね、花粉がですね、ちょっと私も結構影響を食らっておりまして、最近はですね、目の方にも結構、花粉がどんどん入ってきて、結構しょぼしょぼしている感じでございます。何か皆様もですね、大変だとは思いますが、対策等ありましたら教えていただけますと幸いです。そしたらですね、それではですね、本日もですね、ちょっと進めていきたいと思います。本日はですね、サブスタン 3D ペインターのアップデート、この間でですね、12.0 にですね、アップデートされたサブスタン 3D ペインターをですね、どんな機能があるのかとかご紹介していって、そしてですね、ペインターの新機能をご紹介するだけではなくてですね、その後にじゃあこのマウスのコンテンツを作成したんですが、これをですね、どうやって、どんな風なワークフローで、例えばその広告用の画像だったりとか、そういったものを作ればいいかというところまでですね、ご紹介できればなと思っております。それではですね、早速始めていきたいと思います。こちらですね、今回、ご紹介するこちらペインターの中の、アップデートですね。これがですね、フラタンレイヤーというものがですね、できました。フラタンレイヤーというのはですね、いろんなレイヤーを、ですね、統合してですね、一つにしてしまう。で、それをすることによって、もうそのレイヤーをフィックスする、ちょっといじれなくしたりとか。で、一応ですね、元データは目玉オフになって残るんですが、その目玉オフの元データをですね、削除してしまえば、それこそデータの削減になります。そしてですね、マスクをですね、一括で書き出することができる、機能も入っておりますので、そちらもですね、紹介したいと思います。そしてですね、ラップトゥージオ見て、これ私の中では結構かなりすごいものかなと思っておりますので、こちらもですね、はい、ご紹介いたします。そしてですね、ニューポストエフェクト、ポストエフェクトがですね、前回までは、エビスを使ってたんですが、そちらはエビスじゃなく、もう純正のですね、サブスタン 3D ペインターの中に入っているものの中でできるようになっております。こちらですね、カメラデータとかがございましたら、例えば GLB であったり USD とかのデータでですね、マヤとか MAX とかからですね、書き出したものをですね、ペインターの中に持ってきて、その中で、マヤ MAX の中でですね、カメラを設定した後に、USD、GLB などでですね、ペインターの中に持っていきますと、そこのですね、カメラからの被写界深度とか、そういったものをですね、新しく、ペインターの中で調整することができますので、そちらもですね、ご紹介いたします。そしてですね、3D アセッツのですね、サイトの中にリボンツールがですね、リボンパスツールが結構大量に、アップロードされておりますので、そちらもですね、多分使いやすいと思いますので、はい、どんどん紹介していきたいと思います。そしたらですね、まずは、フラタンレイヤーの方から見ていきたいと思います。はい、こちらですね、こちらがですね、マウスの、モデルがございます。はい、こんな感じですね。ライトちょっと回してみましょうか。はい、こんな感じにマウスのモデルがですね、見えてるかと思います。で、例えば、ここの今、グリップのですね、このちょうど親指が、触れるところですかね。こういったデザインすごいかっこいいんですが、やっぱりちょっと凹凸もありますし、結構データがですね、レイヤーが複雑化されているものとなりますね。こちらですね、こちらのグリップというオレンジ色のですね、箇所となっております。例えば、これもうちょっと、はい、こんな感じですね。いろいろですね、ちょっと、マテリアル、フィルターの数はそこまで多くはないんですが、こういったですね、結構重めのですね、フィルターがですね、はい、使われております。で、こちらをじゃあ、ちょっともうこのマテリアル、この、デザインはフィックスして、はい、データを軽めにしましょうという時にですね、このフラタンレイヤーがですね、すごく使えるんですね。こちらフォルダ化されているものをですね、右クリックして、こちらのグループを統合、こちらですね、コントロール M、グループを統合というものがございます。で、こちらをですね、クリックいただくと、はい、今ちょっとですね、テクスチャを書き出し、はい、が走りまして、こういったグリップフラタンドっていうのがですね、作成されました。で、例えば、こちらもうちゃんと凹凸も再現されておりまして、元のデータと確認してみましょう。こちら、下のがですね、元のデータでございます。こうですね。グリップフラタンドとグリップのフォルダもですね、勝手に削除はされずにこちらに残っております。で、目玉オンオフしてみると、
今元のデータを、こういうふうに表示してますね。で、一括されたデータ、はい、やっぱりそのデータのですね反応が早いということは、軽量化されてますね。はい、で見た目は同じといったところでですね、こういったものがですね結構本当にゲーム業界の方々からですねすごい待望の機能となっておりました。はい、というところがですね1つ目のアップデートとなりますね。でちょっとファイルをですね別のファイルに、移したいんですが、ちょっともうフラタンドした、軽量化したですねデータがございますので、そちらをですね今開いております。これがですねこの後に紹介するのがマスクの一括書き出しとなるんですが、結構マスクをですね作成、ペインターの中で作成したはいいものの、それを一つ一つですね、例えば画像として書き出してフォトショップでまた編集とかいったことがある、そういった経験をした方もですね多くいらっしゃると思います。で今まではこういったマスクですね、マスクのところからマスクのレイヤーをですね右クリックして、マスクをファイルに書き出しというところをですねやってたと思います。で例えばですねそれがですねこのマスクのレイヤーをですね例えば3つとか選択してしまって、こちらでですね右クリックをするとこのバッチエクスポートマスクトゥファイルというのがこれがですね新たに登場しました。でこちら、ちょっと見てみましょうかね。マスクの目玉をオンにしまして、今こういうマスクをですねもう簡単に書いております。じゃあこれが書き出されるとしたらどんな風になるのかという感じですね。見てみたいと思います。こちらをですね選択しまして、右クリックのバッチエクスポートマスクというファイル、はい、はい、これをですね、はい、ちょっとさっき書き出したやつですね保存しておきます。はい、もうサクッと書き出されましたね。でこちらを見ますと、はい、こんなような感じですね。ちゃんとマスクがですね書き出しがされております。こんな感じで一つ一つ、はい、ビットマップイメージですね書き出すことが可能となっております。はい、このマスクはそうですねこんな感じですね。でこちら1回ですね先ほどの、マウスのデータをですねステージャーに持っていって、そこからですねカメラをセッティングして、はいですねまたリインポート再インポートし直しましたので、カメラをですね3つ用意されております。こんな感じ、はい、こんな感じで、そうですねなつので、ちょっと話の流れから、後ほどラップジオメトリーはですね紹介しますので、まずこちらからニューポストエフェクトの方からですね紹介していきたいと思います。はい、こちらですね、こちらのこちら、ですね新しいこのポストエフェクトをアクティブ化、こちらをですねクリックしまして、被写界深度やブルームとかはグレアではですね、ちょっとおなじみといいますか、こういったグロー系のものですね。で被写界深度が結構新しいのではないかなと思うんですが、このカメラのですねセッティングがこちらにございます。こんな感じですね。でアパーチャーとかを、いじって、焦点距離などをいじって、ボケ具合とかですね焦点の場所をですねこういうふうに、調整していくことが可能となります。で焦点距離もうちょっとこんな感じかなとか、はい、これをですね、ペインターで見ながら、ペインターの、ね、こういった UI というか、このリアルタイムのレンダリングもすごい非常に綺麗なものとなっておりますので、こちらでですね、スクショを取って、例えばプロトタイプとして出力といったこともですね、できるのかなと思っております。はい、であと、レンズフレアとか入れて、でちょっとここら辺がですね、今少しボケておりますので、このヘキサゴンのデザインのところですね、例えばこういう感じですね、こちらをですね、シャープをですね、こういうふうに入れると、より少しシャープ気味な感じでですね、表示されることが可能となります。で、またですね、この粒状フィルムとか、こんな感じですね。はい。ちょっとノイズが乗ってるような感じですね。で、そしてトーンマッピングとかもこういうふうにですね、調整していくことが可能となります。はい。こんな感じのですね、簡単なポストエフェクトの、新しいポストエフェクトの紹介となりました。はい。それではですね、この
結構メインとなりそうなこちらですね、この S ロゴというところですね。はい、こちらをですね今回作ってみました。はい、こちらですね、ワープの、ワープ投影なんですが、それがですね、ちょっと新しい機能がですね、はい、登場したので、そこをですね、確認していきたいと思います。で、今までの、ワープ投影ですと、こちらのですね、ロゴをですね、ちょっと探しますね。従来のですね、ワープ投影ですと、こんな感じでしたというのはですね、はい、例えば、このようにですね、こちらでドラッグ&ドロップをしまして、はい、このようにですね投影されます。はい、ただですね問題がございまして、このようにちょっとですね沿ってないと言いますか、この投影深度をこういうふうに伸ばしていくと、このような感じでちゃんとこのグレーのところがですねなくなったりとかするんですが、結構ですね、例えばじゃあこれを横向きとかに、なんかすごく重いですね、横向きとかにしたいぞという時に結構めんどくさかったりしたんですよね。ここに沿わせたいとかいう時はちょっとこういうふうに移動したりとかして、ちょっと遅いですね。はい、こんな感じでちょっと回転とかかけたりして投影をですねちゃんと、この S のロゴがですね崩れないように、はい、投影するというのがですね少し難しかったと思います。こちらを使ってもいいんですが、よりですねちょっと今この S のロゴの自体が崩れてしまったのが分かりますかね。先ほどのこんな感じですかね。ちょっとこの辺がビヨーンと伸びているとかで、これを、フィックスするといいますか調整するにはですね、ここからワープを変形、頂点を編集、こちらでですね頂点を一つ一つ編集する必要がございました。なんですが、このですねこちらですね、新しく登場しましたこのジオメトリにワープ、こちらをですね一発ポンとクリックすることによって全てが解決されます。はい、このようにですねちゃんとジオメトリにですね沿った状態でですねこの S のロゴがですねひっついたのがわかるかと思います。で、例えばこちらをですねちょっと移動させても、このままですねこのようにこの頂点がですねジオメトリに対してこのように、沿ってるんですね。ですのでちゃんとですね形状を、ロゴの形状をですね保ったまま、はい、こんな感じでですねどこの場所でも大丈夫となっております。ただですねこれちょっと形状をですねいろいろ、違う、こっちじゃなくて多分こっちの方が見やすいかな。このグラスのボタンの裏側とかに行って、ちょっと形状がですねたまに破綻することがございます。はい、なんか変な形状のまま別のところに行っちゃって、やっぱりこっちに戻したいんだけど変な形状のままになっちゃったなとか、そういう時がございます。なんですが、そういった場合はですね一旦こちらですね、この設定の方からですねワープのこの設定の方からグリッドをリセット、そうすることによってこのですねこんな感じに元のデフォルトの状態に戻ります。で、一回これをですねリセットしてからまたジオメトリーにワープ、はい、そうするとこんな感じでちゃんときれいにですね出すことが可能となっております。はい、これ多分めちゃくちゃ使いやすいんじゃないですかね。で、私もですねこれをですね、使いましてこの S ロゴをですね作ってみたんですが、こちらですねいつものようにアンカーポイントとかも作っておりますので、こちらをこのものをですね移動するとこのマテリアル自体がですねちゃんとついてきてくれます。うん、ちょっとくるくるしちゃってますね。ちょっと重いですね。はい、でもちゃんとついてきてくれますね。はい、こんな感じで、はい、
はい、こちらもですね、皆さんどんどんぜひぜひ、お使いいただいて、何かしら、なんかフィードバック、もうちょっとこういう機能が欲しいとか、そういったものがあればですね、どしどしお聞かせください。はい。そしてですね、次が、そうですね、リボンツールですね。3D アセッツの中のリボンツールでございます。こちらですね。こちらもですね、このサブスさん 3D アセッツの中にですね、このリボンズというですね、項目ができました。ですので、この中にですね、もう130件のリボンツールがですね、このようにございますので、結構ね、使いやすいものばかりなんですよね。私も何ぼか落としてみたんですが、ダウンロードして使ってみたんですが、こうプロダクトデザインであったり、製造業の方々、あとはですね、アパレル関係の方々もですね、すごい使えるようなものが、たくさんあると思います。もちろんですね、ゲーム関係の方々もですね、お使いいただけるものがですね、このようにですね、たくさんあると思いますね。例えば、こちらない、こちらですね。こちらですね。ちょっとこの、マスクは、S ロゴはオフにしまして、例えばこちらもですね、このお尻についてるこの、サークルのですね穴のやつも先ほどのですね 3D、アセットからダウンロードしてきたものとなっております。で他はですねちょっとこれでリボンパスでちょっとミラーリングしておきましょうかね。でこういう風にやりまして、で例えばリボンもうこの中からですね、例えばこういうのを選ぶとですね、こんなちょっとメカニックな感じのもありますし、こちらとかは従来のリボンパスですね。デフォルトで入っているものですね。あとは、このパーフォレーションとかですね。今回、ですね、ここら辺に使っているものですね。で、リボンツールですので、例えばここの頂点をですね、クリックしまして、このストロークの不透明度とかこういうふうに調整するとですね、だんだんちょっと溶け込んでいくグラデーションみたいな感じにですね、なるんですね。ちょっと微妙な変化すぎるので、もうちょっと一旦消したいと思います。こんな感じですね。こういうふうにですね、なってますね。こんな感じですかね。もうやっぱりこういうのは本当サブスタン 3D ペインターならではの、なんていうんですかね、得意分野だと思っております。これ結構モデリングとかで作ってしまうとすごく修正がしづらかったり、結構デザイン的にもメッシュ的にも破綻したりするところだと思っておりますので、ぜひぜひですね、こういったデザインを作成するときはペインターをご使用ください。といった感じとなっております。ではですね、この後に例えばこちらマウスを、このマウスを使ってですね、広告画像、e コマース用の画像などをですね、作ってみたいぞという場合があると思います。そういった場合はですね、どういう風なワークフローになるのかっていうのをですね、ご紹介したいと思います。まずはですね、こういった感じでサブスタン 3D ペインターでヒーローアセット、こういった、メインのですねアセットとなりますね。ヒーローアセットと呼んでおりますね。こういうのを作っておきます。そしてですね、これそうですね。こういった感じでですね、Firefly ボードを使ってですね、アイデア創出をしていきます。例えばこちらですと、e スポーツの選手がですね、この新しいマウスをですね、こうやって、手の上に浮かべて、一応マウスがメインとして、ポージングしてるやつですね。っていうのをですね、こうやった感じですね。こういった感じで、ボードでですね、作ってみました。今回、いろいろですね、いろいろなバリエーションをですね、こういうふうに作ってみました。こんなものから始まって、そうですね、こういった感じで、ちょっとこの辺いいなと思って、バリエーション出してみたりして、最終的にはですね、やっぱりちょっと体ひねった方が、体ひねって、マウスがこういう風に浮かんでる方がかっこいいなって個人的には思いましたので、じゃあこういう風なものを作っていきたいなと
思いました。で、ここで使えるのがですね、マウスのアセットはあるじゃないですか。で、ここで、背景とかの人物とかはちょっとどうすればいいかなと思ったそんな時は、サブスタン 3D ステージャーをですね、使用すると簡単にできます。例えば、サブスタン 3D ステージャーではですね、こういった、マネキンに対してのボーンを入れることはできないのですが、こちらはですね、ブレンダーで作成しております。で、そのブレンダーのデータをですね、ブレンダーで、こういったポージングをつけたデータをですね、サブスタン 3D ステージャーに持ってきまして、で、こちらに対してですね、プロンプトで、背景生成をですね、しております。ですので、こちらはですね、モデルのヒューマンは、ガイドにしまして、こちらのテキストから背景生成という機能ですね、こちらを使ってですね、プロンプトを入力しておきます。で、例えばそうですね、こちらのですね、ガイドオブジェクト、こちらをですね、ちゃんと人間、人物のものを選ばないと、変な感じになってしまうんですね。ちゃんとうまくですね、できないんですね。で、ヒーローアセットに対しては何も、選択しておりません。はい。で、こちらのですね、できた画像が、はい、こんな感じですね。こちらはですね、その e スポーツの選手が、このマウス、e スポーツの選手が右手を前にして、手を上げていると。で、背景は、こんな感じの、ちょっと具体的な背景ではなくて、ボケが来ている背景で、みたいな感じでやってますね。で、こちらの設定をですね、少し超現実的とライトをこの超現実主義の光というのを選択すると、よりこういった感じでですね、人物が、いい感じのものがですね、作成することが可能となります。じゃあこちらをレンダリングしまして、もうちょっとこのエフェクトの演出が欲しいなと思ったんですね。ですので、そちらはですね、アフターエフェクツに持っていきました。こちらの画像をですね、レンダリングして、そうですね、例えば、ですね、こういう感じですね。最終的にこういった感じのですね、画像を作ってみました。こんなエフェクトですね。こんなエフェクトですね。で、こちらちょっとですね、もうちょっとアフターエフェクツの方で、この 3D のマウスをですね、いろいろ動かしたいなと思ったんですが、ちょっとですね、アイデアが思い浮かばなかったので、このまま静止画としてしまったんですが、ですので、そういった場合は、この 3D のオブジェクトっていうのはですね、ペインターからステージャーに送信して画像を持っていくのもいいんですが、そのままアフターエフェクツに送信して、アフターエフェクツ内でいろいろですね、調整できるように作ることがですね、いいかなと思っております。で、今回はですね、そのサブスタンス 3D ステージャーで背景を、ですね、生成して、で、その背景の、環境光をですね、ステージャーの方からこのままですね、作成された環境光、このライトですね、こちらの環境光ですね、こちらをですね、はい、出力することができるようになっております。こうですね、ちょっとここにちゃんと人いますね。はい。選手がいますね。で、こちらはですね、ファイルから書き出しの環境項、こちらからですね、この EXR でですね、出力することが可能となっておりますので、それを After Effects にインポートしまして、このマウスのですね、環境項、ライティングとしてですね、使用しております。はい。あとは注意するところとしましては、そうですね、例えば、このテキストから背景生成して、4枚生成されるんですが、それをですね、クリックすると、こういうふうな感じにアサインされています。背景画像としてですね、割り当てられます。まず。で、そこからカメラを選択しまして、アクション、このアクションの中からですね、画像から環境光を設定、環境を設定。これをするとですね、これをクリックすると、はい、このような感じですね。項目がいろいろ出てきますので、こちらカメラのパースを合わせるはオフにした状態で OK をすると、先ほどのですね、環境光がこちらですね、作成されるんですね。そういった流れとなっております。こちらですね。はい。
でそれをアフターエフェクツに持っていってコンポジット用の環境光として、はい、使用しているという感じでございますね。はい、でこちらはですねですねこちらのですねグローのエフェクトですか。こちらはですねかの有名なビデオコーパイロットからですね出ているセイバーというですね、はい、グローエフェクトとなっておりまして、フリープラグインとなっておりますので、皆さんもですねぜひぜひ、お使いいただけるといいのかなと思っております。もうめちゃくちゃ使いやすいですね。はい、でこちらで、このようにですね少しコンポを作成して、あとポイントライトもですね作成しておりますね。はい、これ環境光なしだとどんな感じになるんだろう。あれあんまり変わらない。いや反映されてないですね。あ、やっぱ暗いですね。そうですね。やっぱここら辺のサーフェスの方にですねちゃんと、ライティングが光が回ってきてる方がいいと思うので、そうですね臨場感が出ますね。はい、こんな感じでですね作ってみてはいかがでしょうかといった、提案となっておりますね。はい、ではですねちょっとまとめというかおさらいしていきたいと思います。でFirefly のボードで、アイデエーション、アイデアソイスをしまして、そしてですね、サブスタン 3D ステージャーでですね、このように、バックグラウンドを生成しました。で、プロンプトはですね、チャット GPT にこちらのですね、この Firefly ボードで作った、画像をですね、読み込ませて、サブスタン 3D ステージャーでこういった背景のですね、プロンプトを作成したいんだけど、どのようにすればいいですかというふうに聞きました。そしたらこんな感じですね。はい、そしてですね、これにテロップを入れて、こんな感じで勝利をその手にみたいな感じですね。ドンってつけるとですね、それっぽくなるのかなといった感じでございます。この上のコンポで多分文字とグレーディングをやってますね。はい。ルメトリック、グローと、そうですね、例えば、グローを入れて、少しだけここら辺がですね、今、ほわっと明るくなっていきました。で、ルメトリカラー入れて、ちょっと絵をですね、コントラスト強くして締めましたと。そんで、最後に、このテロップですね。はい。こういった感じで、はい。一つね、簡単に全然作れちゃうなっていうのはありますね。で、この、なんていうんですかね、サブスタンス 3D ペインターから 3D アセッツとしてですね、このマウスをですね、アフターエフェクツに持ってくるメリットとしましては、やっぱりこのマウスの角度をですねくるくる変更できるというのがですね結構大きな点かなと思っております。もちろんですねここからちょっとグワーっていうアニメーションっていうのもですねつけることが可能となりますね。はい、はい、で、こんな感じのワークフローとなっております。はい、そうですね結構やっぱりステージャーでですねこのジェネレートバックグラウンドでファイアフライのボードで、アイデアソイスっていうのはですね結構私の中ではすごくいいワークフローなのかなと思っておりますので、皆さんもぜひぜひ、ご活用してみてください。でこちらその後に、アフターエフェクツでコンポジットかもしくは、フォトショップのですねハーモニックスの機能を使ってですね調和してですねそういった広告のですね画像を作るということもですねありなのかもしれませんね。はい、そんな感じで、そうですねペインターのアップデートとともにですね今回はそういったワークフローもちょっと作り方も絡めて、ご紹介いたしました。で今後もですねこのワークフロー私の中でもちょっといいなと思ったワークフローはどんどん皆様にですね共有していきたいと思いますので、今後ともですねぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、そんな感じですね。本日も、いい時間となりましたね。はい。で、そうですね、次回はですね、結構いろいろまだまだご紹介できてないアップデートや機能、それこそデザイナーの、いいアップデートがあるんですよ。はい。で、そこら辺を中心にデザイナーの回をですね、やれたらいいなと考えております。はい、次回、そうですね、次回多分デザイナーの回となると思われますので、ぜひぜひ、ご期待して、また、ご視聴いただきますと幸いでございます。
それではまた次回お会いしましょう。さようなら。